ガンプラエキスポ東京2020。どうもこんにちは、クラフタです。やってまいりました、権力と欲望の街塾。今回はガンプラエキスポを見に新宿まで来ました。いや、ビルも高いな、テンション爆上げだよ。入場ゲートにはもう長蛇の列ができております。やっぱりガンプラってすごい人気があるんですね。早速並んで中に入っていきたいと思います。はい、とうとう入場の瞬間が迫ってまいりました。入場の前にはこのような超大型スクリーンで映像が堪能できます。これを見てから入場ってことですね。ほんと盛り上げてくれるわ。映像で流れてるのは12月発売予定のパーフェクトグレードアンリーシュド RX78 にガンダム、いや RX78 の2ガンダムですね。それは置いといて、先に皆さんに謝っておかないといけないことがあるんですが、実はこのガンプラエキスポ、写真も動画も基本的に全ての撮影が禁止となっております。なのでめちゃくちゃ激アツなハイグレードナイチンゲールやリアルグレードハイニューガンダムなんかは展示してやったんですけど、お見せすることができないんですよ。めちゃくちゃ残念です。でもきっとバンダイさんのことですから、ガンダムベースとかでネクストフェーズとして新作ガンプラを展示してくれると思います。その時はきっとご紹介しますので、どうかご了承ください。そろそろオープニングムービーも終わるかと思います。やば、めちゃくちゃかっこいい。はい、ということでオープニングも終わり、無事入場となります。入場ゲートの横には超巨大なシールドが置いてあります。これは実物大なんでしょうね、きっと。ここは撮影 OK って書いてありました。入り口のそばには 1.5 メートルほどのドームが展示されています。いやー、迫力満点だな。こういったオブジェ系のやつは撮影してもいいんですよね。展示キットは全て撮影不可となってました。三国総決伝のオブジェですね。こういった SD 系のキットも多数展示してましたね。こちらは 1.5 メートル程度のグーフのオブジェ。ライティングなんかのディスプレイがかっこいいですね。会場内で撮影できるのはもうこれぐらいしかありません。あとは特別販売のガンプラを買って福岡に帰ろうと思います。ちなみに日帰りです。はい、というわけでお目当てのリアルグレードジオングも購入できましたんで、会場を後にしたいと思います。こちらは RX78 ですね。これも 1.5 メートルぐらいあります。会場内のガンプラをご紹介できればよかったんですが、それも無理なので、あまりにも尺が短いということで、リアルグレードジオングをすぐ見したいと思います。ただいまリアルグレードジオング、こちらでございます。見てください。このパッケージからもうやたらとかっこいい。会場で発売されてたのはこちらのラストシューティングジオングエフェクトセット、9900円です。お値段が張るだけあって内容物もぎっしりなんですよね。箱もでかい。普通のハイグレードと比べるとこれぐらいのサイズの違いがあります。厚さも全然違うね。まあ1万円ですからね。前回作ったバウンドドッグもでかいんですが、それと比べてもかなり大きさが違うと思います。特に厚みが全然違いますね。はい、見てください。この顔、いかついわ、怖いわ。そして右側のポージング、ジオングがこんなにヒロイックなポーズを取ろうとは。まるでシード打ちのようなくの字のウエストと引いた顎。そしてサイドにはこちらのフレームの写真が載ってますね。うわ、なんか怖いな。すっごい迫力。そしてスカートの内側をご覧ください。こんなスカート内部見たことがない。素晴らしい内部の造形美です。本当にこんなに細かいんでしょうかね。ちょっと今からすぐ見してみますんで確認してみましょう。ちなみにこのキットラストシューティングセットなので、こんな感じでラストシューティングが再現できちゃうんですね。ただしガンダムは付属してません。では早速箱を開けていきましょう。はい、ランナーもぎっしり詰まってます。リアルグレードとは思えないこのランナー量。ランナーの袋は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。そして説明書となってます。パーフェクトグレードかよこれ。ランナーを机の上に並べてみました。並べてるのはジオング本体のパーツだけですね。
本体だけでもこの量です。ダークグレーのやつがフレームなんですが、フレームも多いですね。フレームだけでもかなりのボリュームです。なんとなくリアルグレードサザビーを彷彿とさせますね。こちらがおなじみアドバンスド MS ジョイントです。今回はジオングのハンドパーツ、マニピュレーター部分のみがアドバンスド MS ジョイントとなっています。ABS 樹脂製なんで少ない方が助かる。あと赤のワイヤーが1本、黒のワイヤーが2本入っています。赤のワイヤーはスラスター部分の装飾のために使うようです。そしていつものリアルスティックデカール。パーツのディテール自体はそれほどたくさん入ってるってわけじゃないんですけど、パーツ分割がめちゃくちゃあるんで、結局ディテールがいっぱい入ってるように見えますよね。そしてフレームのディテールはご覧の通りのクオリティ。いつものことですけど、この鬼ディテール。本体以外にもラストシューティングセットにはこれだけのパーツが入ってます。まずはこちらのエフェクトパーツですね。これだけでも相当な数ですね。そしてラストシューティング用のディスプレイ台座。ディスプレイの壁面部分なんかもありますので、これもかなりの量ですね。それでは早速素組みしていきましょう。まずはパーツをランナーから切り離していきます。使うのはタミヤさんの先細薄刃ニッパー。こちらは頭部のパーツなんですが、このパーツ非常にちっちゃいです。物合いを動かすためのパーツなんで、これをなくすと大変です。ここは慎重にカットしてなくさないようにしておきましょう。パーツの全切りが完了したので2度切りしていきます。いつもはこちらのアルティメットニッパーを使うんですが、今回は使いません。代わりにタミヤさんの先細薄刃ニッパー、普通のニッパーですね。こちらで切っていきます。素組みで作った際にゲート跡がどんな感じで残るのかっていうのを確認していただければと思います。2度切り完了です。組み立てていきましょう。その前にマスキングテープを使ってアルファベットのタグをつけておきましょう。そうした方が組み立てやすいですからね。こんな感じでアルファベットを書いていって貼っておきます。では組み立てていきます。リアルグレードって結構作るのに時間がかかるイメージなんですが、このジオングはどうでしょうか。こちら頭部の物合い部分の組み立てです。パーツがめちゃくちゃ細かいです。そしてこんな感じで歯車を回すことによって物合いが動くんですね。マジかこれ。実際頭部を組み立ててみるとこんな感じになってきます。ジオング怖っ。そしてこの首の部分を回すとこうやって動くんですよ。なので首の角度を変えただけで自動的に相手を睨むという、そういった構造になってます。しかも後頭部にはこのコックピットハッチがあるんですね。やばい、ここからシャア様が乗るということです。頭部はこのようにクリアパーツをはめて、さらにこちらのカバーをはめます。非常に作りが細かい。こちらは上半身です。このように内部フレームを組み立てて軸を中に収納します。想像を超えてきますね。このジオングは素晴らしい作りです。そしてこのジオングウエストがめちゃくちゃ動くんですよ。しかもウエストを動かした際にこのスラスターを見ていてください。開くんですよ。そして動くんですよ。すごくないですかこれ。ちなみに戻すときは手動です。逆もまたしかり、前かがみにさせると背面のスラスターがこのように素晴らしすぎる。こちらも戻すときは手動です。このジオングは組み立ても簡単です。初心者にもおすすめできると思いますね。こうやってカチャッとはめていく。しかも装甲部分が結構分割されているので、ただ組み立てただけでもこんなにかっこいい感じになるんですね。パーツの色も若干違うんですよね。下半身のスカート部分、こちらも全く抜かりはございません。普通のガンプラのように股間の軸受けがあるんですよね。そこにこちらの6連スラスターノズル、これを取り付けます。つまりこれが足ってことですよね。反対側も同様に。そしてこれが自由自在に動くってことですね。いや素晴らしい。というか今回素晴らしいしか言ってないな。ほんといいんですよ。ほんとすごいんですよこれ。いやマジで惚れ惚れする造形美ですね。この内側の何と言いましょうか、このエネルギー供給パイプというか何か、この造形ですね。スチームパンク風でもあります。皆さんにちょっとお伝えしておきましょう。こちらのエンジンですかね。この
バーニアの部分ですね。これ内と外に分かれてるんですけども、実はこれ方向がちゃんと決まってるんですね。なんかどの方向でもつきそうな形してますが、実は一箇所正しい方向にはめないとこうやってはまらないんですよね。いけるかのように見えて絶対はまりません。下手すると壊れちゃうんで、正しい方向ではめるようにしましょう。そうするとカパッと簡単に入るんですね。スカート内部のフレームも迫力満点です。このように外部装甲をはめていく感じですね。スナップフィットの真骨頂と言いましょうか。綺麗にカチャッとはまるんで気持ちいいです。そしてサイドスカートをはめて、スカートのこのアーマー部分はかなり自由に動きます。反対側もはめましょう。カチャッと。そして後ろの部分ですね。このノズルを見てください。素晴らしい。これを後ろにはめ込みます。取り付けも意外と簡単。この形、バウンドドッグを最近作ったんで、なんか2回目って感じですね。見てください。この完全なるハート型。まさにジオングラブ。アーマーの分割ラインが美しい。文句のつけようがないです。100万点ですね、これ。こちら、アドバンスド MS ジョイントのハンドパーツですね。これがまた素晴らしい出来なんですよ。もちろん全関節動きますからね。こんなに自由自在に動くのはパーフェクトグレードぐらいだと思ってました。どこまでこちらの想像の上を来るんだろうか、このキットは。クラフターをキュン死させる気か。はい、というわけで完成しましたリアルグレードジオング。頭部はこんな感じです。前述の通り首の回転に合わせて動く物合い、渋い。顔両脇のスラスターはこのように稼働します。ここが動くっていうのは嬉しいですよね。こんな感じでメガ粒子を打ちたい。そして下半身ですね。ディスプレイする際にはこちらのパーツをここにはめ込みます。カチャッと。もしくはこの天板部分、こちらにディスプレイの先を差し込むこともできます。使わないときは蓋を閉めておきましょう。では組み立てていきます。まずはショルダーアーマー、内張りも完璧ですね。これをこのように先に差し込んで、後で腕をはめると。反対側も同じように。はい、上半身の完成。これを下半身にドッキングさせて、さらに頭部をつければリアルグレードジオングの完成です。クラフタチャンネル、リアルグレードジオング素組みの完成です。一応お伝えしておきますが、もちろんこの動画を撮り終わった後に全塗装します。今回はエキスポの中身をご紹介できなかったので、ちょっとお詫びという形でこちらの素組みをご紹介させていただいてます。塗装もしていない、デカールも貼っていない、さらには墨入れさえもしていないという状態なのに、このかっこよさ、ガチでやばいです。このキットは。一応キットのギミックをちょっと追加でご紹介させていただくと、この腕の部分の可動、これ結構いいんですよね。このように肘が結構曲がるんですが、その際にこの部分、このフレームが稼働するんですよね。スライドするんです。素晴らしい。パーフェクトグレードかよ。そしてお分かりの通り、このスカート部分のこの装甲の一枚一枚がかなり大きく動きます。これがまたかっこいいんですよ。見てください。このように、これやばくないですか？すごいわ。そしてスカート内側のこのスラスター、これも全部稼働します。抜かりがありません。ウエストもかなり動きますんで、これでちょっとヒロイックなポージングしてみたいと思います。外れた。今にも敵に襲いかかろうとせんばかりのジオング、強そうすぎる。これ斜めのアングルから、これ全塗装して飾ったらどれだけすごいことになるんだろう。めちゃくちゃ楽しみです。
はい、というわけで今回はガンダムエキスポ2020で購入してきましたリアルグレードラストシューティングジオングエフェクトセットをレビューしてみました。エフェクト自体のレビューとかもしてませんので、そちらは全塗装し終わった後に改めてご紹介したいと思います。リアルグレードジオングの一般販売は2021年1月を予定されてるみたいですね。クラフターがどうのこうの言うまでもなく、このチャンネルをご覧になられてる皆様からすれば、これは買う以外の選択肢はないんじゃないだろうか。それぐらい桁違いに素晴らしいキットですね。今から急いでジオングの塗装に入ります。出来上がり次第動画をアップしますので、見逃したくないって人はぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。